高校卒業から1週間、両親が帰ってこなくなってから1週間が経った。私はただ静かに毎日を過ごしていた。本当なら、引っ越しと大学に行く準備をしないといけないんだけど、そうするのが不安で怖かった。ここを、お父さんとお母さんと一緒に過ごしたマンションを離れることが怖くて仕方がなかった。私は、二人がきっと帰ってきてくれると信じていた。いや、信じようとしていた。二人の蒸発と残されていた銀行の通帳。そこには9桁の数字が印字されていた。引っ越しも、学費も、生活費ももちろん、大学卒業後は研究にしばらく没頭することさえ可能にしてくれそうな金額だ。両親がもう帰ってこないのは明らかだった。せめて、訳を話してくれれば、私は両親の決定に喜んで協力したのに、なのにどうして黙って出て行ったんだろう。私、まだ努力中だったけど、両親にとって自慢の子になれるよう頑張った。二人にとっていい子でありたい。その気持ちは今も変わらない。だから私はお父さんたちに連絡を取ろうとはしていない。それが両親の意向を受け入れていることを示すメッセージになると思ったから。でも、気持ちがついてこない。あ、今日って車が届く日じゃない。完全に忘れてた。どうもありがとうございました。あんなに納車を楽しみにしていたのに、この虚しい感じは何だろう。なんで悲しさがこみ上げてくるんだろう。ドアを開けると、お父さんが乗っていた車を思い出す。バタフライドアを開けて車から降りる両親の姿はとてもスタイリッシュだった。せめてもう一度会いたい。帰ってきてとは言わないから。どうして何も言わずにいなくなってしまったの？二人のためなら私、喜んで一人で残ったのに。私、これからどうしたらいいんだろう。このまま進学するべきなのかな。まだ頑張れると思うけど。だけど、両親と一緒に過ごした家を離れたくない。そうじゃないと、折れてしまいそう。あれから少し経った。私は進学を辞め、自動車関連の会社に就職。オフィスで忙しく働いている。そうしてよかったと思う。働いていれば気持ちが紛れるから、ゆっくりだけど気持ちも前向きになってきている。働いていれば両親が残していったお金には手をつけないで済む。しっかり自立しているところを二人に見せられる。本当は二人がもう帰ってくることはないと分かっていた。それでも、いつか必ず帰ってくると信じていた。私の心は完全に矛盾していた。でもそうしないと私。ゆうずきさん、中礼の時間ですよ。では午後からもよろしくお願いします。あ、ゆずきさんちょっといいかな？はい。今から買い出しに行くんだけど、一緒に来て手伝ってくれないかな？喜んで。ありがとうね、付き合ってもらっちゃって。いえ、大丈夫ですよキスナさん。どう？少しは息抜きになったんじゃない？ゆずきさんいつも明るい顔してるけど、どこか無理してるかなって、なんとなくそう思ってたんだ。それでね、ゆずきさんドライブが好きだって言ってたから、気分転換になればと思ってさ。まあゆずきさんからしたら面白みもない車かもだけど。そんなことないです。おかげさまで楽しかったです。それに、キズナさんの運転もとても丁寧で快適でした。きっとたくさん練習されたんですね。それほどでもないけどね。こう見えても以前はよく峠でバトルしてたんだけど、今は立場上、万が一事故ったらシャレになんないからさ。代わりに今はレーシングシミュレーターで遊んでるって感じかな。へえ、キズナさんシミュレーターされてるんですね。私も毎日それで練習してるんです。お、じゃあいつか対決だね。はあ、ゆずきさんありがとう。助かったよ。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ゆずきさん表情からちょっと曇りが取れたみたいでよかったよ。キズナさん。どう？今日は定時で帰ったら？でもまだ残ってる書類が。気にしない。そんなの後でどうにでもなるよ。いいんですか？もちろん。頑張ってくれるのはありがたいけど、無理は良くないからね。それに疲れてるとミスにつながりやすいから、こっちとしてもしっかり休んでもらった方が業務に支障がなくて助かるよ。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。よろしい。じゃあまた明日。キズナさんの言う通り私は精神的に疲れていた。だから定時で帰らせてくれてとてもありがたかった。ただいま。いただきます。ただ、こうして家にいると、不意に寂しい気持ちに襲われる。オフィスにいるときは頑張れるけど、一人ぼっちでここにいると辛い。もう6ヶ月になるけど寂しさは少しも変わらない。お父さんとお母さん今何をしてるんだろう。私、いつまで頑張り続けられるんだろう。あら、もう朝、なんだかぐっすり眠れたみたい。いつもよりすっきりしてる気がする。さて、気持ちを切り替えてお弁当作りと行きますか。今日も頑張らないと。お、ゆずきさん昼休みを満喫しているかい？キスナさん、今戻ったんですか？商談が終わった後の世間話が妙に盛り上がっちゃってさ。私の貴重な昼休みが。
お疲れ様です。でもまあいいや。ところで、今度の週末、居酒屋で親睦会やるんだけど、ゆずきさんも来ない？いや、もちろん嫌とは言わせないぞ。嫌だなんてそんな、でも、私まだお酒飲めないし。大丈夫大丈夫。私も飲まないから心配ご無用。ありがとうございます。喜んで参加させていただきます。じゃあ決まりだね。親睦会当日、居酒屋で食事をするのは初めて、みんなでワイワイしながら盛り上がる。寂しさを感じない夕食は本当に久しぶり。それだけでも来た甲斐はあったと思う。よしじゃあ今から二次会だ。二次会？まだまだ続くよ親睦会ってこと。ゆずきさんもパーッと楽しもう。そうですね。じゃあ決まり、みんなでカラオケだ。キズナさんは音痴だった。でも、みんなすごく楽しそうだった。なんて言ったらいいんだろう。キズナさんがいるだけで雰囲気が明るくなる。キズナさんは仕事ができる人で、とても頼りになる上司でもある。ありきたりな表現だけどエリートという言葉がぴったりだと思う。それでいて物腰が柔らかで、気配りもできて優しい。いわゆる理想の上司っていうのかな。そんなキズナさんが音程を外しながら自信満々な表情で熱唱する姿に、私は笑いをこらえることができなかった。ぐぬぬぬ、こっちは一生懸命歌ってるんだぞ。こらゆずきさんまで。はあ、歌った歌った。ゆずきさんいい声してるよね。そんなことないですよ。ゆずきさん、あれ？レースゲーム。しかもこれ焦ったマリサですね。ゲーセンにも置いてあるんだね。ゆずきさん前話したレースのこと覚えてる？せっかくだから勝負しようよ。ぜひお願いします。よし、上司相手だからって手加減なんかしたら許さないぞ。そんな、手加減だなんて。冗談冗談。私こう見えて元は上位勢だったんだよ。さーて、ゆずきさんのお手並み拝見といきましょうか。よろしくお願いします。へえ、うまいねゆずきさん。ごめん正直かなり甘く見てた。いえ、私ってこれぐらいしか趣味がないので。なるほどね。なら申し訳ないけど、本気で行くからね。これはもうお手上げ。全然歯が立たないよ。でも、本気でレースできて楽しかったよ。ありがとうゆずきさん。いえ、こちらこそありがとうございました。よし、じゃあこれにて親睦会はお開きにしましょうか。では皆さん、良い連休をお過ごしください。どうしたの？ゆずきさん。電卓がどこかに行ってしまって、金曜日は確かここに置いておいたはずなのに。あれ？それって、もしかしてこれのこと？そこのデスクの上にあったよ。すみません。気にしないで、ゆずきさんって意外とうっかり屋さんなんだね。普段はそんなことないんですが。さては金曜日の疲れが残っていると見た。ですね、ちょっとはしゃぎすぎたかもしれません。頼むよゆずきさん。じゃあ気を取り直して続きをよろしく。はい、ありがとうございました。ゆずきさん、部下の前で大恥をかかせてくれた代償を払ってもらうよ。いつまで持ちこたえられるかな？連休明け以来、物がなくなったり、作成した書類が別の場所に移動していたりするようになった。整理整頓はしっかりしてるし、自分のデスクのことくらいは全て把握している。にもかかわらず物の紛失や移動が立て続けに起きている。キズナさんの言う通り、私、疲れてるのかな？早速キズナさんに相談に乗ってもらった。キズナさんは、自分も入社2年目くらいまではよく物をなくした。とにかく忙しさで頭がいっぱいで余裕がなかったから気持ちはよくわかる。と言って元気づけてくれた。相談に乗ってくださってありがとうございます。なんだか元気が出てきました。気にしないで、これも上司の務めだから、また何かあったら相談に乗るよ。はい、ありがとうございました。へえ、なかなかタフだね。ではレベル2に移行します。あれから2ヶ月くらい経った。少しずつ調子が戻ってきたみたいで、うっかり物をなくす頻度が少なくなっている。今日はもう上がり？はい。ゆずきさん最近調子が戻ってきたみたいでよかった。安心したよ。ありがとうございます。キズナさんがいつも相談に乗ってくださるおかげです。別に大したことはしてないよ。じゃあゆっくり休んでね。はい、お先に失礼します。お疲れ様。どうしたの？これはひどいね。バイト代を貯めて買った大事な車なんです。誰がこんないたずらを。ゆずきさんちょっと待ってて。キズナさんはそう言ってオフィスに向かうと、小道具を持って戻ってきて、傷の応急処置をしてくれた。これでよし、タッチアップペンを使っただけだけど、これなら目立たないでしょ？わあ、すごいです。キズナさんありがとうございます。いえいえ、うちも一応車系の会社だから、ちょっとしたメンテ用品くらいなら常備してあるんだよ。本当にありがとうございました。それじゃあ気をつけて帰ってね。失礼します。さすがにおかしいと思うんです。そうだね、わずか1ヶ月の間に引っかき傷が3回。リアタイヤの空気抜きが1回。はい、それに、右のフロントタイヤがパンクしていることもありました。あれは気の毒だったね。確か歩いて帰ったんだよね。ごめんね、そういう時に限って日帰り出張でさ。いえ、その日はたまたま私が一番最後に帰ったので仕方ないです。それに別の時は助けていただきましたし。それにしてもだよ。私はゆずきさんの運転のうまさを知ってるから、
引っかき傷はもしかしたら偶然かもしれないけど、タイヤ系のトラブルは不可解なんだよ。そうなんですか？私タイヤとかメンテナンスとかはさっぱりなんです。じゃあ今まで、タイヤの空気はそのうち抜けるものなんだと。あちゃー、それじゃあそのうち車がボロボロにされちゃうよ。そう言うと、キズナさんは今日中に被害届を出してくれると約束してくれた。よろしくお願いします。気にしないで、このままだとみんなの車もやられるかもしれないから。さ、後のことは任せて仕事。ありがとうございます。全然びくともしないね。ではレベル3に移行します。あれから1週間、キズナさんが被害届を出してくれたおかげで、車へのいたずらはピタリと止んだ。キズナさんは本当に頼りになる人だ。さて、お弁当を食べて昼からも頑張らなきゃ。今日のおかずは特製のオムレツだ。では現場から中継です。なお、一部衝撃的な映像があります。お食事中の方はご注意ください。ゆずきさん、大丈夫？ゆずきさん。ねえゆずきさん。どうしたの？大丈夫？あ、キズナさん、お弁当の中に、ゴキブリの死体が、すみません、落としちゃったけど、私、怖くて。ごめん。もう得意先との約束の時間ギリギリで。どうしよう。大丈夫です。片付けますから、引き止めてすみませんでした。さーてゆずきさん、どうなるか見ものだね。一体誰があんなことを。すごいねゆずきさんって。まあとりあえず1ヶ月くらいは様子見かな。レベル3でやめなかったのはゆずきさんが初めてだよ。でもいい加減飽きたし、何より目障りだからね。そろそろとどめを刺します。ゆずきさん。はい。この書類、ここ間違えてるよ。まだ慣れてないし疲れてるのもわかるけど、もっと気をつけてね。はい、すみません。じゃあ、気を取り直して、これ明日までにお願いね。はい、キズナさんの言う通り、私は精神的にすっかり疲れていた。最近は書類のミスが頻発。あの優しいキズナさんも、さすがに苛立ちを感じ始めているようだった。しっかり休んでも、しっかり栄養をとっても、睡眠をとっても、疲れがなくならない。私、どうなっちゃったんだろう。どうしたらいいんだろう。お父さんお母さん。私は少しでもミスを減らそうと努力した。でも、いくらチェックにチェックを重ねてもミスは減らなかった。もう何をやってもうまくいかない気がする。これが悪循環とかスランプっていうのかな。あ、違う書類をコピーしちゃった。ゆずきさん、例の書類できた？あ、はい。ありがとう。ごめんだけど一応確認しておくね。いつもすみません。ねえゆずきさん、これで何度目かな？何度もすみません。まあ、とりあえず先に直してくれるかな？はい、すぐやります。今度はどこを間違えたんだろう。あれ？ここって、あ、そういえばさっき間違えてコピーしたのがあったよね。書き直されてる。どう考えてもそれをしたのはキスナさん以外考えられない。でも、なんで、どうして書き直しなんか、お待たせしました。訂正した書類です。ありがとう。キスナさん、ちょっとお話ししたいことがあるのですが、大丈夫ですか？もちろんだよ。待ってました。ゆずきさんもついに限界かな？さっきの書類なんですけど、明らかに誰かが後で書き直してるんです。提出前に間違えてコピーしたから気がついたんですが、もちろんキスナさんじゃないですよね。ゆずきさんってどこまでお人よしなの？頭の中お花畑なのかな？まあこれ以上会社にいなくてもいいし、もういいや。ピンポン。大正解。ピンポン。大正解。その一言で私の心はポキリと折れてしまった。今までご苦労様。すべて繋がった。全部キズナさんのあの人の嫌がらせだったのだ。私は逃げるように会社を辞め、自宅に閉じこもった。毎日ただ無心にレーシングシミュレーターをしていた。それしかすることがなかった。そうしないと自分の心から目をそらせなかった。でも、長くは持たなかった。だんだん自分が馬鹿らしくなってきたのだ。両親が出かけてからもう2年と3ヶ月になる。私、ずっと頑張ってきたんだもん。もう、いいよね。そろそろ下見に行こうかな。思っていたよりも高さがない。でも、このストレートで思いっきり加速すれば、次のポイントでいける。さっと終わらせよう。一発勝負だからミスはできない。大丈夫。お父さんとお母さんとの最後の思い出が詰まったこの車が一緒なんだから、大丈夫。この先の連続ヘアピンを抜けたら、目的のポイントに着く。ごめん、こんな終わり方で。本当は、もっとたくさん峠を走りたかったよね。一台追い上げてくる。明らかに勝負を仕掛けてきてる。でも相手をする気はないの。それに見られると面倒だから振り切らせてもらうよ。ぴったりくっついてくる。振り切れない。でも次で決める。もうこれ以上邪魔をしないで。抜かれた。
こんなにあっさり。なら、お返しにすぐ抜き返してあげる。すごい、なんて速いドライバーなの？今までこんな相手に会ったことがない。一体何者？私は目いっぱいなのにそれでもついていくのがやっと。でも楽しい。こんな気持ち久しぶり。生きている実感がする。ずっとあの車を追いかけていたい。あ、ふもとまで降りてきちゃった。いきなり仕掛けてごめんなさいね。大丈夫です。それにしても、なかなかやりますね。あなたの名前は？ゆずきゆかりです。覚えておきますよ。その名前。待ってください。お名前は？私に勝ったら教えてあげますよ。また追いかけっこしましょう。不思議な感じ。なんでまだ生きてるんだろう。全部終わりにするためにここに来たのに、いつの間にか夢中になってあの人の車を追いかけてた。あの時の高揚感、今でも覚えてる。心の底から生きていたいと思った。まるで、私の折れた心に差す光のようだった。私、まだ終わりにしたくない。あの人ともう一度一緒に走りたい。また、会えるかな？